ちょっとなんかじゃがりこの太いバージョンみたいな滑らしていくと、これもですね可愛いニョッキができるんですね。フライパンに有塩バターです。うわー美味しそうですよ。はいこんにちは、シェフのほうゆです。今日は基本のニョッキを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。紅まさり、パルメザンチーズ、薄力粉、卵黄、ナツメグ、有塩バター、セージです。はい、それでは今日は茨城県とのコラボです。先日行方市へさつまいもの取材行ってきて、紅まさりっていうブランドのさつまいもを送っていただいたので、今日はイタリア料理で一番シンプルなニョッキをやっていきたいと思います。はい、でさつまいもはですねオーブンで今日火入れをしたんですが、火入れしたさつまいもがこれなんですが、ちょっと早速割って、うわこれです。中までしっかり火が入っている状態です。でこのさつまいもはですね、僕はオーブンで160度で1時間ほど火入れをしたさつまいもです。でオーブンがないよっていう場合はですね、茹でていただいてもいいですし、ふかしていただいてもどちらでも大丈夫です。で一番大切なのは熱々のさつまいもを使うってことが大切で、これはじゃがいもでやる場合も同じです。でこの今熱々の、さつまいも皮むきます。はい、で今剥きたてのさつまいもです。で今日はですねこの柔らかくなってるんでフォークで潰していきます。で通常はシノワとかざるを使ってこの繊維質をですねこして滑らかにしていくんですけれど、僕が作るニョッキはですね、じゃがいももそうなんですけど、この芋だからこそのホクホク感をしっかりとニョッキに反映させていきたいので、このまま潰した熱々のところにさあもう材料を入れていきます。卵黄が1つです。でこの中に、ニョッキパスタなので薄力粉が少量、さつまいもが200に対して薄力粉が20です。でそこにチーズ、パルメザンチーズ、あとはほんと少量のナツメグです。でこっからがニョッキはこの熱々のさつまいもをですね、フォークからなんかスケッパーか、スプーンでもいいですけど切り替えて、さっくりと練らないように合わせる。でとにかく湯気があってさつまいもが熱いうちにこれをやることですね。そうすると一番フレッシュなニョッキを作ることができます。で、ひとまとまりにしていきます。でひとまとまりにしていって、しっかり生地がまとまったので、まだこう触るとですね温かい状態、そこまでいったら、こういう台にですね広げて熱いうちに伸ばしていきます。でちょっと整えながらこのまま伸ばしていきます。でちょっと長すぎるので半分に切って、もう気持ちこう伸ばして、できるだけこの同じ厚さになるようにこう伸ばしていきます。で今ですねこうニョッキをこう伸ばしていったんですけれど、なんかちょっと皮の部分があったりとか混ざってないところがあると思うんですね。でこれちょっとなんかじゃがりこの太いバージョンみたいな、中に具材が入ってるみたいな、これが大事で、こさないことによってさつまいもの良さをですね生かした生地になってます。でこの生地を成形してカットしていきます。で一口大にカットしていきます。で残りの半分も同じようにカットします。はい、で今全部カットできました。そしたらですね、今カットしたニョッキがこういう形してると思います。でこのままもう茹でて食べてもものすごい美味しい状態です。でもここからですね、なんか模様つけたいとかくぼみつけたいっていう場合に、この後こういう、僕いつも使ってるんですけど、手打ちパスタの時に使うニョッキボードです。でこれはリーガって言って、ここに線が入ってるので、このニョッキをこのままでも美味しいですが、ちょっとこのリーガに滑らしてあげるとこんな形になる。で裏側にくぼみがあるので、
ちょっとクリームソースとかですねやると、このくぼみにソースが入って美味しく食べられるって感じです。でもこのニョッキボードがない場合はフォークです。最初に混ぜる時に使ったものをちょっとこう立てて、でこれもまたこう滑らしていくと、これもですね可愛いニョッキができるんですね。だからニョッキボードが全然なくても、こういう形ができますが、こうやって何もやらなくてももうすでに美味しいニョッキです。でニョッキボードとかですね、フォークでやっていく時に転がし方があって、こうカットした時の断面があります。で断面は横にして、縦だとニョッキの形が崩れちゃうんで、断面を横にしてやるとこんな感じで綺麗にできるので、断面は横にして転がすっていうことを意識しながらやっていきます。でこのさつまいもニョッキの生地はちょっと柔らかいので、押しすぎてもこのニョッキボードとかフォークにですね生地がくっついちゃうので、こう手の力加減でできるだけこうくっつかないようにやっていくのもポイントです。はい、それでは今これニョッキ全部できたんですが、さっきも言ったんですけど、ちょっとくっつきやすくなっちゃったりするときは軽く軽くです。打ちすぎると全部粉がパスタが粉吸っちゃうんで、軽くこう打ち粉してくっつかないようにして、でバットにあげます。で今これですね、出来たてのニョッキをこの後茹でて使っていくんですが、ちょっとニョッキ作りすぎて保存したいなっていう場合はですね、このバットのままですね凍らせて一個一個こうニョッキを石みたいに固めていくと、要はこれジップロックの中に入れてあるんですけど、こんな感じで1ヶ月ぐらいですねニョッキとして使えるので、冷凍のまま茹でて使うこともできます。今日はですねせっかくなのでちょっと盛り付けた時にさつまいも感を出していきたいので、こっち側にビーツのピュレを練り込んだニョッキも一緒に作ってあります。で今日のこのニョッキはフレッシュなので茹で時間がもう1分ぐらいで、ソースもバターとセージだけなので1分で、もう合計3分以内に出来上がるようなシンプルな料理なんですね。でだからこそ引き算の料理を意識していて、余計なものを足さないんですけど、その代わりに香りと構造を丁寧に重ねていくイメージで、そこの香りにこれも茨城県で出会った焼酎です。で焼酎をちょっとうまく香りだけをですね仕上げに使っていきたいと思います。でさつまいもっていうのはやっぱりこの皮の部分に一番香りが含まれているので、さっき剥いた皮ですね。でこれを100度でですね3時間ほどパリパリにして、でそれをミルサーにかけるとこういうパウダーになるので、今日は香りとしてこのさつまいものパウダーも仕上げに使っていきます。でそして最後に食感のレイヤーとして生のまま角切りにしたさつまいもを使っていきます。で通常はこういうさつまいもっていうのは甘さが特徴なので茹でてからローストしたりするんですけれど、で紅まさりはですね火を入れすぎると糖化が進んで甘くなりすぎるので、今回は逆に生のまま揚げて甘みを引き出さないような調理法をこの後していきます。でこれから火入れに入っていきます。でさつまいもはですね180度ぐらいで、外はカリッと中はホクッと仕上げるイメージで、ただ揚げるだけです。で揚げている間にニョッキを茹でます。そのまま茹でていきます。でニョッキの茹で上がりは今沈んでると思うんですが、これがもう浮き上がってきたらニョッキ茹で上がりです。もう1分ぐらいです。でその間に今さつまいもが美味しそうな焼き色がついてます。でこれはバットにあげます。でこれに塩打っときます。でフライパンに有塩バターです。でバターと一緒に、おすすめなのはセージです。このバターとセージの組み合わせがイタリア料理の結構基本で、バターソースって言われていて、これでですねバターが溶けてセージの香りが広がるとすごくいい香りなので、セージがフレッシュが手に入らない場合が多いので、そういう場合は乾燥のセージでもいいですし、それが手に入らなかったらもちろんバターだけでも美味しいです。でこれ有塩使うポイントはですね、無塩でもいいんですけれど、ここに塩が含まれているので、要はソースにした時に味がしっかり乗るんですね。なので逆に無塩よりも有塩の方がですね
使いやすかったりします。でセージの香りが出たので、ここでニョッキの茹で汁です。そしたらとろっとしたソースが出来上がるので、一旦沸かします。で一回こう沸かすとですね、このとろっとしたバターソースができるので、ここにニョッキを合わせていきます。うわあ、綺麗ですね。このバターソースに色鮮やかなニョッキが入って、ここで仕上げていきます。もう仕上げはですね、バターソースはこう混ぜて揺すってるだけで、こうソースがですね乳化してとろっとなるので、最後に強火で少しこのニョッキのでんぷん質とソースを合わせるイメージ。うわー、美味しそうですよ。はい、それではこんな感じでソースがとろっと美味しそうなニョッキができたので、盛り付けていきます。はい、これで紅まさりのニョッキの完成です。はい、いただきます。美味しい。皆さん、最高のニョッキ料理が完成しました。でそもそもこの紅まさりのさつまいもが美味しいので、その甘みがベースのこのニョッキに揚げたこのさつまいものコントラスト、カリッとしていて、そこに塩の味が入ってるので、甘みと塩味のコントラストがしっかり作れてて、あと香りがやっぱりさつまいものパウダーも香りがいいですし、最後にこう食べ進めていくと焼酎のようなやっぱり香りのいいレイヤーが最後にふわっと香るんですね。なのでもうイタリア料理をこう反映した最高の一皿になってます。で今日はですね、基本のニョッキを作っていったんですけど、ニョッキって手作りすると本当に美味しい料理の一つで、僕は昔初めてニョッキを教えてもらったのが20歳ぐらいの時にローマで教えていただいたんですけど、やっぱりニョッキってイタリア料理の基本で、メインは今日はさつまいもでしたし、じゃがいも、芋がメインなんですね。で芋の良さって何なんだろうって考えた時に、やっぱり芋の香りとか土っぽい香りとかホクホクとした食感だと思うので、そこを生かすっていうふうにやっぱ考えると、今日のような粉少なめで出来たての熱々の状態で作ってあげるっていうのが、もう本当にニョッキが大好きになるっていうぐらいですね、美味しいレシピになっています。で今回実際に茨城県の行方市に取材させていただいて、今回でこの取材は4回目になるんですけれど、毎回ですね実際こうやって産地に行って、今回も箕輪さんという方だったんですけれど、さつまいもの、どうやってシステムで回してるかとか、どういう思いで作っているのかっていうことを実際にインタビューさせていただいたりですね、面白い記事が、茨城を食べようというサイトでその記事が上がっているので、概要欄に貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのニョッキなんですが、イタリア料理の一番のシンプルな基本になっているので、よかったら手作りで作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しいの拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。